はいどうもどうも、ガラージトムさんでございます。はい、今日はリアのブレーキキャリパーの整備を行っていきたいと思います。はい、今日の作業はまずブレーキを取り外す作業を見ていただいて、その後にキャリパーを分解します。そして、ホンダの純正のリビルドキットを購入してありますので、これを使ってシール類と、ピストンの交換を行います。そしてブレーキパッドもホンダの純正品を購入しましたので、こちらに交換していきます。今日の作業に使うツールをいくつかご紹介しておきたいと思います。はい、こちらです。ブレーキピストンワインドバックツールキットというのを購入いたしました。今後ね、いろんなメーカーの車の整備をしていきたいと思っているので、汎用性のあるツールを購入いたしました。サークリップの脱着用のこの直角のね、少し長めのツールを購入してあります。あとこれですね。これはブレーキ用のツールではないんですけれども、これはダンパーのスプリングコンプレッサーです。これを作業の途中で有効活用していこうと思っております。はい、今日も長い工程になりますが、最後までご覧いただければと思います。では一緒に見ていきますか。キャリパー外し。はい、ではまず最初にキャリパー外しの作業から見てまいりましょう。まずパーキングブレーキを緩めておきます。はい、画面ではキャリパーシールドが外れたところです。2本のボルトのうち1本は残念ながら折れてしまいました。次にサイドブレーキケーブルのクリップを外しています。このクリップは折れてしまうこともあるので、新品を準備しておいた方が良いでしょう。はい、今外れました。だいぶ老朽化が進んでますね。次にサイドブレーキケーブルの先端をスプリングレバーから切り離し、フリーになったところで今度はケーブルをアームの接続部分から切り離す作業をしております。本来は無理なく外れなければいけない部分ですけれども、汚れや錆で固着がひどい状態でした。はい、今外れましたけれども、こんな感じですね。はい、そして次はブレーキホースマウンティングブラケットをキャリパーボディから外す作業をしております。ここは折れるとややこしい場所にあるので、ペネトレートスプレーを入れて慎重に作業をいたしました。はい、そして次は盤上ボルトを外していきます。ここを緩めるとブレーキフルードが漏れ始めますので、下にはトレーを敷いておきましょう。はい、そして今ブレーキホースの先端に差し込んでいるのはウレタンスポンジですね。ウレタンスポンジを利用することによってブレーキフルードが漏れ出す分量を最小限に食い止めることができると思います。ブレーキホースの先端には2枚のシーリングワッシャーがついているので、忘れないように外しておきましょう。このシーリングワッシャーは再利用せずに新品と交換いたします。はい、次にキャリパーボディをキャリパーブラケットから切り離す作業をしていきます。ここは2本のボルトで止まっていますけれども、ピンが共回りしてしまうのでスパナーで押さえながら外していますね。はい、今キャリパーボディが外れました。中身は一体どんな感じになっているんでしょうか。キャリパーの分解作業が楽しみですね。はい、そして最後にキャリパーブラケット。これはブレーキパッドを位置決めするための部品ですけれども、これをナックルから取り外す作業をしております。本当はですね、ブラケットを外す前にパッドを外しておいた方が良かったですね。もともとついていたブレーキパッドはディクセルのものでした。残りが 3mm、4mm ぐらいですかね。はい、では今外した部品を並べて見ていきましょう。外側が汚れてしまうことは仕方ないことですけれども、
この状態はそれを超えて老朽化までいってしまってますよね。はい。キャリパー分解。はい、ではキャリパーを分解していきます。はい、まずキャリパーブラケットの右側、下側ですね。下側にあるピン A、これを抜いているところです。こちらのピンは特殊な形をした方のピンですね。グリスの油分もほとんどなく、ほぼ耳垢状態ですね。はい、そしてこちらのピンはピン B と呼ばれている普通の形、断面が丸いピンですね。いやいや、参りました。前のオーナーさん、見てますか？はい、次にピストンを抜こうとしております。このツールが冒頭でご紹介しましたワインドバックツールの中の一つになります。はい、そしてピストンはなんと黒い状態です。これ焼けたのかな？ピストンブーツももはやグリスゼロの状態でした。次に取り外しているのがピストンシールですね。この作業の時にボディに傷をつけないように注意しましょう。ここでスプリングコンプレッサーを使います。キャリパーボディの中にスプリングがあるので、それをコンプレスしています。そして直角で鼻の長いタイプのスナップリングプライヤーでサークリップを外そうとしております。はい、今外れましたね。ちなみに赤いテープは2つのソケットをつなぎ合わせるためのテープになります。専用工具があるかどうかわからなかったので、試行錯誤の末思いついた方法です。サークリップを外すとスプリングカバーから、アジャスティングボルトまで、これは指で引き抜くことができました。引き抜いたものはですね、スプリング、スペーサー、ベアリングプレート、アジャスティングボルト、それからラバーカップになりますね。最後にね、キャリパーボディの奥に残っているスリーブピストンを叩き出しました。この時プライヤーでスリーブピストンを挟むと傷がついてしまうので、やめた方がいいと思います。そして最後にパーキングブレーキのレバーを外します。そしてそこでカムと言われるパーツを引き抜きます。はい、そして残されたカムブーツを今取り外しました。この中にはベアリングがあるんですけれどもね、まあひどい状態というかなんというかカサカサですね。グリスもねカスカスの状態で、本当にもうギリギリ焼き付かなかってよかったねっていうギリギリの状態だったのかなと思いますね。分解したパーツの洗浄、錆落とし、塗装。分解したパーツをすべて並べてみました。ブレーキパッド、ピストン、ブーツ類以外は再利用していきます。洗剤はいつものように3種類使っております。1回目は汚れを落とす洗剤、2回目は錆を落とす洗剤、そして3回目はクレンザーですね。クレンジング、塗装の前の、表面を整える洗剤を使っております。純正リビルドキット開封の儀。ホンダ純正リビルドキットの中身を見ていきましょう。ピストンリングとピストンブーツですね。これはカムブーツですね。そしてピンブーツが2つ。これが各種グリスになります。3種類ありますね。それから盤上ボルト用のワッシャーシールが2つ。はい、そして最後にラバーカップとオーリングになります。では全て並べてみてみましょう。キャリパーボディ、キャリパーブラケット、パーキングブレーキレバー、これはキャリパー用の塗料で塗装してあります。キャリパーシールドとパーキングブレーキアームはエナメル塗装です。カム&カムブーツ装着。
パーキングブレーキ用のカムハウジングの中にグリスを詰めていきます。ハウジングの中にはロールベアリングが組み込まれているので、グリスをよくなじませておきました。カムの中央に開いている穴はピン用の穴ですけれども、ここにもグリスを詰めておきました。カムブーツ取り付け用の溝の中とカムブーツの裏表すべてにグリスをなじませておきます。カム本体にもグリスをつけ終わったら、カムハウジング内にカムを押し込んでいきましょう。カム本体には中央に穴が開いていますけれども、キャリパーボディのピストン側から覗き込んで正しい位置を確認しております。ピンからスリーブピストンまでの装着。この黒い小さな物体にもグリスをつけてあげます。そしてキャリパーボディ側からカムに差し込んであげます。サイドブレーキを引くとカム本体が回転して、この小さな黒い物体が押し出される仕組みになっているようです。この小さな黒い物体がさらにその先にあるピストンとブレーキパッドを押してパーキングブレーキがかかる仕組みになっています。この小さな黒い物体が直接押すのがこのスリーブピストンと呼ばれるパーツになります。スリーブピストンに取り付けるオーリングにもグリスを塗っておきましょう。ピンクのグリスはシール用のグリスで、オレンジのグリスは金属用のグリスだそうです。小さな黒い物体と触れる部分にもグリスをつけて定位置へ装着していきます。スリーブピストン側の突起とキャリパーボディ側のへこみを合わせていきます。オーリングが抵抗になって奥まで押し込むことができないので、スプリングコンプレッサーを使って定位置まで押し込んでいきます。スリーブピストンの突起の厚みの分だけ押し込むことになります。キャリパーボディ側のへこみに合っていることを十分に確認しましょう。ピストンシールの装着。はい、では次にピストンシールを装着していきましょう。まずシール全体にグリスを塗り広げていきます。キャリパーボディ側にはピストンシールを収める溝が掘られているので、そこにもこのグリスを塗り広げていきます。準備ができたらピストンシールをはめ込んでいきます。ちなみにこのリビルドキットには3種類のグリスが付属していますけれども、透明のグリスには用途が書かれていませんでした。調べてみたらピストンシールに使うということだったので、そのようにしてみました。正解はわからないので自己責任での作業をお願いいたします。そして正解をご存知の場合は教えてください。よろしくお願いします。カップからサークリップまでの装着。はい、ではスリーブピストンとブレーキピストンの間のパーツを組み立てていきましょう。各パーツの説明をしておきますね。画面の右下をご覧ください。右端からサークリップ、スプリングカバー、スプリング、スペーサー、そしてベアリングプレートになります。左手に持っているのがアジャスティングボルトで、右手に持っているのがラバーカップです。まず最初にアジャスティングボルトにラバーカップを取り付けていきます。ラバーカップの内側と外側にはグリスを塗る必要があります。グリスを塗り終えたらベアリングプレートを装着します。ベアリングプレートには表裏があるので注意しましょう。さらにスペーサー、スプリングカバーの順番で組み付けたらキャリパーボディに差し込んでいきます。その前にブレーキフルードをキャリパーボディの内側に塗り広げていかないといけません。準備ができたらアジャスティングボルトをスリーブピストンに向かって差し込んでいきます。アジャスティングボルトを組み付けてもサークリップで固定するまでは不安定な状態が続くので注意が必要です。定位置に組み付けることができたらサークリップを差し込んでいきましょう。キャリパーボディの内側には段差が作られていて、キャリパーボディの奥の方が直径が大きい作りになっています。
ですのでサークリップは段差の向こう側に装着する形になります。ただスプリングの抵抗があるのでコンプレッサーを使ってスプリングカバーを押してあげましょう。こうすることによってキャリパーボディ内に取り付けた小さなスプリングが縮んだ状態を作ることができますので、サークリップを定位置に装着することが可能になります。この作業を行うときはキャリパーボディをバイスなどの上で固定した方が作業がやりやすくなると思います。撮影するためにバイスを使わずに作業を行ったため、サークリップを 100% 定位置に固定することができませんでした。なのでね、今プライヤーで最後の 10% ぐらいのところを押し込もうとしています。はい、これで OK です。ではパーキングレバーを取り付けてテストをしてみましょう。レバーをひねることによってカムが回転してアジャスティングボルトが前後に動くはずですね。はい、動いてますね。稼働テストも成功しましたので、ブリングワッシャーとパーキングナットでレバーを固定していきます。ちなみにスプリングワッシャーとパーキングナットもキャリパー塗料で塗装をしてあります。はい、そして最後に規定トルクで締め上げておきましょう。ここの規定トルクは27ニュートンメーターになっております。ピストンブーツをキャリパーボディへ装着。はい、ではどんどん作業を進めていきましょう。次はピストンブーツをキャリパーボディに取り付ける作業になります。この作業は非常に時間のかかる大変な作業になりました。あちらを立てればこちらが立たずというか、向こう側を押すとこっち側が抜けてしまうんですね。向こう側をしっかり入れようと思って力を入れると、こちら側がしっかり抜けてしまうという、そういう感じです。なので気長にそろーりそろーりという感じで押し込んでいかないとダメだということが途中で分かりました。グリスをたっぷり塗ってあるということもあって、その最初の一箇所がなかなかカチッと入らない、そういう感じです。この作業だけでも30分ぐらいは格闘したんじゃないですかね。7割か8割入ったところでポロッと抜けてしまうということが何回も続きました。でもね、自動車整備に終わりのないことはないと言いますから、この作業についても無事に完了することができました。ピストンをキャリパーボディへ装着。はい、では今日のメインイベントですね。ブレーキピストンアッシーの取り付け作業になります。ピストンを今取り付けたばかりのピストンブーツの内側に差し込んでいくために、この作業はブリードホールからエアガンでキャリパーボディの内部に空気を送り込んであげます。そうすることで先ほど取り付けたピストンブーツが膨らんで、その膨らんだ瞬間にピストンの外側にかぶると、そういうことを想定しています。なかなかうまくいかないようですが入りましたね。エアガンのパワーはかなり強いので注意して作業することが必要です。はい、画面ではワインドバックツールでピストンをアジャスティングボルトにねじ込んでいっているところです。ブーツがねじれないように前後に動かしながら注意して装着していきましょう。はい、ではここでもう一度レバーを動かして稼働テストをしています。戻り位置が十分でなかったためピストンを増し締めしてもう一度テストします。はい、 OK ですね。はい、では最後にリターンスプリングを取り付ければキャリパーボディの組み立ては完成です。そうそう、取り忘れてしまったんですけれども、ブリードスクリューとサイドブレーキアームもこの後取り付けておきました。ピン&ピンブーツにグリス。はい、それでは次にキャリパーブラケットへ
ピンとピンブーツを装着していきましょう。ピンには2種類ありますけれども、画面の向かって右側に特殊な形をしたピン、左側に通常のピンを取り付けていきます。画面の右側というのはキャリパーを取り付けた時のディスクに向かって下側になりますね。なぜ片方が特殊な形をしているのかということについて調べてみたんですけれども、答えが見つかっておりません。ご存知でしたら教えていただけると助かります。作業としては、まずスライドピンで十分なグリスをブラケットの内部へ押し込んでいきます。そしてブーツの裏と表にも十分なグリスを塗り広げておきましょう。さらにブラケットのブーツ接続部分とスライドピンのブーツを接続する部分にもグリスを十分に塗っておきましょう。グリスの準備ができたらブーツをブラケット側に取り付けます。この時エア抜き用のストローも準備しておくといいですね。スライドピンとストローを同時に差し込めばブラケット内のエアを十分に抜くことができると思います。各パーツのリビルド完了。はい、それではここでリビルドが終わった各パーツを眺めてみましょう。ボルトナット類ですけれども、磨いて錆を落としてボルトヘッドはエナメル塗装してあります。はい、それからね M6 サイズのボルトはいつものようにステンレス製に入れ替えておきます。キャリパーシールドもご覧のようにエナメル塗装をしてパリッパリの状態になりました。ブレーキパッドにシム装着。はい、ではどんどんいきましょう。次は純正パッドにシムを取り付けていきます。この前のパッドはディクセル製でしたけれども、泣き止めシムが装着されていなかったためキー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 うるさかったですよね。今後ね、サーキット走行用のパッドに変えるにしても一旦純正に変えておかないとその差がわからないので、このタイミングでは一旦純正に変えておきたいと思います。ちなみにこのホンダ純正の箱の中にはパッドとシムとグリスがすべてセットになって入っていました。ブレーキパッドの装着。はい、ではいよいよブレーキパッドを装着していきます。ブレーキパッドを装着するためにはブレーキブラケットをナックルに装着してから作業を始めます。キャリパーやブラケットを再塗装した場合は、ボルトを通す穴が塗料で少し細くなっているケースがあるので、取り付け作業を行う前にボルトを仮通ししておくといいと思います。そしてボルト類は盤上ボルトを除いて全てのボルトをロックタイトで固定していきます。はい、そしてこれも毎度のことになりますけれども、ボルト類を締めるときは電動工具でいきなり締めない方がいいと思います。ボルト締めの最初のところは手で締めていった方がいいと思います。ボルトが斜めの状態でインパクトレンチやエアツールを使ってしまうとネジ山が壊れてしまう、そういう可能性があるからですね。はい、そしてこのボルト2本の規定トルクは55ニュートンメーターとのことです。キャリパーブラケットを装着できたら、準備したブレーキパッドを定位置に入れていきましょう。ブレーキパッドの上下を間違えることはないと思いますけれども、それから外側内側を間違えることもないとは思います。ただ左右があるので説明書をよく読んで間違えないように取り付けることが必要です。パッドの装着といっても何かで固定するわけではなくて定位置に座らせるという感じになっています。キャリパーボディの装着。はい、この長い工程も終盤に差し掛かってまいりました。キャリパーボディを装着していきましょう。
今先にキャリパーボディにボルトを通してしまってますね。これは再塗装したという理由もあるんですけれども、もう一つ、ボルトを穴に通してからロックタイトをつけるという意味もありました。はい、そして2本のボルトをスライドピンに差し込んでいきます。ディスクブレーキの構造から考えた時に、スライドピンのエア抜きが甘いとパッドの引きずりの原因になるんじゃないかなという気がします。わからないんですけども。なのでキャリパーボディを取り付ける時にスライドピンの部分のことが気になったのであれば、作業をやり直した方がいいんじゃないかなと思います。実際ね、私も右後輪の作業の時に、この取り付けの段階でずっと気になってたんですけどね、これはやっぱりちゃんとやんなきゃダメだなと思ったんで、エア抜き作業をやり直したという経緯があります。はい、無駄話をしている間に作業の方はトルク締めの段階に入っております。こちらの規定トルクは23ニュートンメーターとのことです。そうそう、ディスクブレーキのパッドを戻す力について調べてみたんですけれども、特にそういう構造ではないらしいですね。ご存知でしたら教えていただけると助かります。ブレーキホースブラケットの装着。はい、では次にブレーキホースをキャリパーボディに固定しているブラケットを2本のボルトで固定していきます。このブラケットも元々のボルトもサビサビでしたよね。なのでボルトを外す作業も非常に時間がかかりました。やっぱりね、整備の中で一番時間がかかるのは固着との戦いなんですよね。なので今後そういうストレスがかからないようにするために、ここはステンレス製の新しいボルトを投入しておきました。そしてここの規定トルクは 9.8 ニュートンメーターです。パーキングブレーキケーブル接続。まだあるんかいというぐらい長い作業になっておりますけれども、今度はサイドブレーキ、パーキングブレーキのケーブルを接続する作業をやっていきます。まずアームにケーブルを差し込みました。そしてケーブルの先端にあるリングをキャリパーボディ側のレバーの突起部分に引っ掛けていきます。次にケーブルクリップを差し込んで、パーキングブレーキケーブルがアームから抜けないように固定していきます。非常にシンプルな構造ですよね。シンプルがゆえに緩みであったりとか破損であったりとか、そういうこともあるかもしれないので、点検はまめにやっておきましょう。盤上ボルトとシーリングワッシャー装着。はい、お次はブレーキホースを盤上ボルトで固定する作業です。シーリングワッシャーはリビルドキットに付属していた新品を装着いたします。このワッシャーにも表裏がありますので、間違えないように装着しましょう。ワッシャーの平らな面の方がブレーキホース側に来ると思います。盤上ボルトの装着作業の時にもブレーキフルードが漏れてきますので、漏れたブレーキフルードはそのままにせず、塗装を傷めるということなのでね、ブレーキクリーナーなどできれいにしておきましょう。はい、そしてここの規定トルクは34ニュートンメーターとのことです。キャリパーシールドの装着。そしていよいよ本当に最後の最後の作業になります。ここまでご視聴ありがとうございました。あと一歩ですので、もう少しご覧いただければと思います。これはレストアしたキャリパーシールドです。折れたボルトの先端も無事にアームから取り出すことができました。そしてここもステンレス製のボルトとスプリングワッシャーに変更しておきましょう。こちらの規定トルクも 9.8 ニュートンメーターですね。最後にマーキングをして作業は完了です。規定トルクで締めたボルトすべてにマーキングをしてあります。
出来上がりの図。はい、こうしてブレーキキャリパーのレストア作業も終わりました。キャリパーの内部がカスカスだったことには非常に驚かされましたけれども、これで安心してこの車に乗ることができますね。来週のガラージトムさんでは、フロントブレーキ取り外し、ブレーキキャリパーの分解、再塗装やリビルド整備を行っていきます。動画のリンクは概要欄に貼っておきますので、プレミア予約をしておいてくださいね。今日も最後までご視聴ありがとうございました。では来週までごきげんようです。